はい、それで一旦さっき作った点消して、来のスクリプトシンタックスもちょっと消しておきましょうか。はい、次は、Tree クラスが定義できたので、次に、ブランチクラスを作りましょうか。枝のクラスですね。新しくファイルを作って、ここでも、コーディング呪文をコピペしといて、ここで、クラスのブランチで、コンストラクターを作って、プリントで、ブランチクラスというふうにして、で、ファイル名をブランチと、この頭文字を、クラスを定義してあるファイルは、頭文字を大文字にするというのが、慣習ですので、絶対のルールではないんですけど、慣習ですので、頭文字を大文字にしといてください。それで先ほどのメイン Python と TreePython と同じ階層ですね、Tree フォルダの中に、入れます。でこれで、コンストラクターを、ごめんなさい。インスタンスをどこで呼び出すかなんですけど、先ほど Tree、インスタンスはメイン Python の中で呼び出しましたけど、ブランチは、キーの一部なので、Tree クラスの中でブランチを作っておきましょう。じゃあちょっとプリント文消しといて、ここでブランチーズでインスタンスを入れる配列をここで作っておいて、ブランチイコールブランチで、ここで、ブランチクラスを呼び出して、このブランチという変数の中にインスタンスを格納すると。で、そのできたインスタンスをまたこのブランチーズの中にアペンドしとくということですね。これで、プリント。これで、tree で呼び出されて、この、tree クラスのコンストラクタが呼び出され、で、ブランチクラスを、ブランチインスタンスを入れる配列を格納して、ここでブランチクラスが呼び出されて、で、このコンストラクタが呼び出されて、また戻って、インスタンスがこのブランチ変数の中に格納されて、最終的にこのブランチーズの配列の中に、先ほど作ったブランチインスタンスがアペンドされるという順番ですね。で、ここで、じゃあ、デバッカーを起動させておきましょうか。で、これだとエラーが出るんですけど、ちょっとやってみましょうか。Tree クラス、Tree ファイルの中の6行目でブランチが定義されてませんよっていうことですね。で、Tree の中の6行目、ここですね。ここでブランチクラス呼び出されてるのにインポートしてないからエラーが出るんですね。なので、先ほどと同じように、from ブランチでファイル名を呼び出して、インポートで、ブランチクラスを呼び出しておくと。これでまたメイン Python に行って、ツールズでリセットスクリプトエンジンをした後、再生をしてみてください。そうすると、デバッカーが起動しますよね。で、このブランチ、こいつですね。この変数の中に、ちゃんとブランチインスタンスができているということです。で、まだこのブランチーズの中には、この8行目で止まっているので、格納されてないので、ブランチーズの中は今リストアイテムが0になったままですね。
はい。これでうまくいったと思います。それで、例えばこのトリークラスの中にちょっとプリント文を付け加えて、メイン Python に戻って再生ボタンを押してみると、先ほど書いたこのプリント文が、ここに出力されてないのがわかると思うんですけど、これはですね、このメイン Python 以外の、今プログラムを走らせるときは必ずメイン Python に戻ってからこのプログラムを再生ボタンを押してほしいんですけど、そのメイン Python 以外のファイル、つまり TreePython とか BranchPython ですね。このファイルの中をこう書き換えたときに、ただ再生ボタンを押すだけだと、このそれ以外のファイルが書き換わったのが更新されていない状態でプログラムが走ります。なので、ツールズからこのリセットスクリプトエンジンっていうのを必ず一回クリックして、再生すると、ちゃんと TreePython で更新したこのプリント文が反映されて、ここに文字列が出てくるということになります。なので、毎回ちょっとめんどくさいんですけど、メイン Python に戻って、ツールズからリセットスクリプトエンジンした後に再生するということを忘れないようにしてください。これちょっと見落としがちなんですけど、クラスの中身いじった後、このスクリプトリセットしないで再生して、更新が反映されないでエラーが出るっていうことがよく起こるので、このリセットするのを忘れないようにしてください。はい。じゃあ次はですね、早速じゃあ枝を一つ書いてみましょうか。それで、ちょっとプリント文を解いて、このブランチ図の定義した後、スタートポイントとエンドポイントをここで定義しておきましょう。で、このスタートポイントとエンドポイントっていうのは枝の支点と終点のことですね。ここでは仮にスタートポイントを原点にしといて、エンドポイントを、2次元を先に書くの、2次元の木を描くので、x 座標は0、で y 座標に 1800mm で z 座標を0にしておきましょう。でこのスタートポイントとエンドポイントをブランチクラスを呼び出すときの引数に渡しておきましょうね。ここでスタートポイントとエンドポイントを渡すと。なので、ブランチクラスに移動して、ここでスタートポイントと、ごめんなさい。スタートポイントとエンド PT を2つ用意して、でここでセルフのスタートポイントを、これで、このクラスの中でいつでも使える、メンバー変数にしときます。セルフを作って。で、ここでセルフのエンド PT のエンドポイントにしときましょう。これで一旦エラーが出ないか確認して、エラー出ませんね。で、ここまでいったら、今度は、じゃあ、ここでデバッカーを起動させておきますか。そうすると、ここで止まってますが、スタートポイントには000、エンドポイントには、01800という変数がちゃんと格納されているというのがわかると思います。このセルフの中のスタートポイントとエンドポイントの同じですね。ちゃんと格納されているというのがわかるかと思います。これで OK なので、今度は、枝を描画してみましょう。このブランチクラスの中に、ドロー関数を定義して、ここで
ラインを書きましょう。rs.add ラインですね。それで、ここでセルフのスタートポイントと、セルフのエンドポイントを与えておきます。add ラインはスタートとエンドで、どちらもポイントですね、を与えるということなので、これで描画されると思います。それで、ドロー関数をここで定義したので、ドロー関数呼び出したいんですけど、tree のどうしようかな。これ、tree を呼び出したときに、tree のコンストラクターが呼び出されて、ここで、最初のファーストブランチが、インスタンス化されてますよね。で、このブランチーズの中に、アペンドされていると。でこのインスタンス化されているときに、このブランチクラスのコンストラクターが呼び出されて、セルフスタートポイントの中に視点が格納されて、セルフエンドポイントの中に、終点の座標が格納されていると。それで戻ってここなので、ここにじゃあ仮に、メインに戻って、じゃあここで、ドローブランチーズに戻りましょうか。それ、トリーの中の枝はこれからたくさん、このブランチーズの中にインスタンスが格納、ブランチクラスのインスタンスが格納されていくんですけど、このブランチーズを一気に描画するために、フォア文を作って、ブランチインのトリーの中のブランチーズ変数、ごめんなさい、配列を呼び出して、このブランチーズはこのトリーの中のこいつですね。ブランチーズ。で、この中に、この枝のインスタンスが格納されているので、これをいちいち呼び出して、で、このブランチの中のドロー関数を呼ぶと。で、このインスタンスは、ここのブランチクラスで定義されているので、そのブランチクラスの中のこのドロー関数を呼び出しているわけですね。メイン、Python に戻りますと、この tree インスタンスの中のブランチーズ配列から一個一個ブランチを取り出して、そのブランチインスタンスのドロー関数を呼び出していると。そういう流れになります。これで一旦やってみると、エラーが出てますね。7行目。これもいいです。これセルフブランチですね。これ、セルフをつけると、このトリークラスの中のメンバー変数になりますので、このセルフをつけると、どこからでも呼び出すことができます。今、このセルフがついてなかったので、外から呼び出せなかったということですね。なので、トリーインスタンスの中のブランチーズで、これで呼び出せるようになったと思います。9行、ブランチ Python の9行目で RS がないよと。ここで RS 使ってるんですけど、ラインのスクリプトシンタックスをインポートしてなかったですね。インポート、ラインのスクリプトシンタックス as RS にしといて、で、もう一回メイン Python に戻って、再生すると、
見にくいですけど、ここに1800、1マスが300なので、1、2、3、4、5、6なので、サブ618なので、1800ですね。1800の線が、原点が000、終点が0、1800、0ですね。ちゃんと線が引かれているというふうに思います。